球の歴史上最も有名な恐竜、ティラノサウルス。全長12メートル、体重は8トンにもなる白亜紀の王者です。ではこの王者は何歳で大人になったのでしょうか。これまでの定説はおよそ20歳でした。ところが2026年1月、その常識を大きく揺さぶる研究が発表されます。大人になるまでにかかった時間は、実はその倍、40年ほどだったかもしれないというのです。この研究を発表したのは、アメリカの3人の研究者です。骨の組織を専門とする、オクラホマ州立大学のホリー・ウッドワード、統計モデルを組み立てたネイサン・ミルボルド、そして映画ジュラシック・パークの監修者として知られる古生物学者、ジャック・ホーナー。3人が分析したのは、子供から大人まで17体分という、ティラノサウルスの骨の内部を調べた研究として、過去最大の標本でした。手がかりは、骨の中に隠された年輪です。実は恐竜の骨には、木の幹と同じように、成長の記録が輪となって残っています。そして、この年輪をどう読むかで、恐竜の一生の見え方はガラリと変わってしまうのです。今回の動画では、ティラノサウルスは何年かけて大人になったのかという問いを、最新の研究とともに骨の内側から辿っていきます。まずは骨の年輪の仕組みからです。恐竜の骨は外側に新しい層を積み重ねながら太くなっていきます。ところが、食べ物が少ない季節などに成長が鈍ると、そこに細い線が刻まれます。これが成長線です。現在の動物では、こうした線が基本的に1年に1本できることが確かめられています。だから、線の数を数えれば年齢がわかり、線と線の間隔を測れば、その年にどれだけ育ったかまで読み取れるのです。この年輪を使って、ティラノサウルスの成長を最初に描き出したのが、2004年に科学誌ネイチャーへ発表された研究でした。7体の化石から、あの有名な成長曲線が導かれます。10代で急激に体が大きくなり、20年足らずで体重は8トンを超え、寿命は30年に届かない。太く短く生きた王者というイメージです。この曲線はその後20年にわたりティラノサウルス研究の土台であり続けました。ただし、この土台には弱点もありました。まず、あばら骨など性質の違う様々な骨を混ぜて年齢を数えていたこと。骨の種類によって年輪の残り方は違うため、誤差が生まれやすいのです。さらに、一体の化石から読み取ったのは、死んだ年齢と体重という一点だけでした。内側の年輪が持つ何歳の時にどんな体だったかという情報は使われていません。そして若い個体はほぼ1体だけ。子供時代のデータが決定的に足りなかったのです。2026年の新しい研究は、この弱点を正面から埋めに行きました。まず、調べる骨を体重を支える太ももの骨とすねの骨の2種類だけに絞ります。その上で、小さな子供から大きな大人まで17体という過去最大の顔ぶれを揃えました。しかも、骨に穴を開けて一部を抜き取るのではなく、骨そのものを輪切りにして、断面の全体を観察できるようにしたのです。ちなみに研究チームは、この17体をあえて、ティラノサウルス・レックス種群と呼んでいます。ティラノサウルスの化石は、個体ごとの違いが大きく、すべてが本当に同じ種なのか、専門家の間でも意見が分かれているためです。別の種が混ざっている可能性まで含めて、ひとまとまりの群れとして扱う、この慎重な呼び方が、後々効いてきます。
輪切りにされた骨は光が透けるほど薄く磨き上げられ、顕微鏡で観察されます。長い年月で潰れてしまった化石は、写真の上でかけらを一つずつ動かし、元の丸い断面へと復元されました。中には、スミソニアン博物館が公開する骨格の 3D データを使って、欠けた輪郭を補った標本もあります。こうした地道な作業の末に、17体分の断面が揃いました。なぜ断面の全体にこだわるのでしょうか。それは年輪一本一本の周囲の長さを測れるからです。足の骨の周囲の長さからは決まった計算式で体重を見積もることができます。つまり内側の年輪はその恐竜が何歳の時に何キロだったかを刻んだ記録そのものなのです。一体の骨から一生分の成長の軌跡が読み取れる。これがこの研究の一番の強みでした。断面からは成長の勢いも読み取れました。年輪と年輪の間を埋める骨の組織は、子供から大人の手前まで一貫して成長の早いタイプだったのです。活発な時期には骨の表面が1日に 0.1 ミリ近く積み上がった計算になります。ゆっくり成長するタイプの組織に切り替わるのは、最大級の個体の一番外側の層だけ。つまり彼らは、長い間育ち続ける体をしていました。観察を進めるうち、研究チームは奇妙なものに気づきます。普通の光では何も見えないのに、偏光という特殊な光を当てた時にだけ、ぼんやり浮かび上がる輪があったのです。この隠れた年輪は、ほとんどの標本で見つかりました。これまでの恐竜研究で詳しく報告されたことのない、新しいタイプの成長線と見られます。もしこれも1年の記録なら、数えるべき年輪は、思っていたよりずっと多いことになります。もう一つの問題が、線の束でした。骨の断面には、数本の線がぴったり寄り添って並ぶ場所があります。これまでの研究では、こうした束を天候の悪い1年の間に成長が何度も止まった後とみなすのが普通でした。つまり、束ごとまとめて1年と数え、残りの線はなかったことにするのです。実際、ある有名な標本では、この数え方一つで、推定年齢が半分に減らされたこともありました。しかし、その数え方は正しいのでしょうか。手がかりは現在の海にいました。年齢が正確に分かっているウミガメの骨を調べた研究では、寄り添って並ぶ線も、一本一本が別々の年の記録だったのです。束をまとめて1年と数えるのではなく、線の数だけ年を数えるのが正しかった。成長の悪い年が続けば、線は狭い間隔で並ぶ。ただそれだけのことだったと見られます。そこで研究チームは決めつけを避け、4通りの数え方をすべて試すことにしました。隠れた輪も束の線も、全部を1年と数えるやり方。束をまとめて1年とする従来に近いやり方。隠れた輪だけを外すやり方。その両方を外すやり方。この4つをそれぞれ統計モデルにかけ、どの数え方が最もデータに合うのかを数字で競わせたのです。ここで年齢合わせの工夫も光ります。骨は成長すると内側の空洞が広がり、若い頃の年輪は消えてしまいます。そのため、残った年輪が何歳から始まるのかは直接にはわかりません。研究チームは13本の成長記録を数学的に重ね合わせ、それぞれの開始年齢と成長曲線の形とを同時に推定する方法を開発しました。人の目や勘に頼らない客観的なやり方です。結果ははっきりしていました。
統計的に最も強く支持されたのは、隠れた輪も束の線も、すべてを1年と数えたモデルだったのです。データの点はおよそ5割も増えたのに、推定のばらつきを示す幅は4つの中で一番小さくなりました。見えにくい線がデタラメなノイズなら、こうはなりません。実際、ランダムな偽の線を混ぜて確かめると、モデルの当てはまりはむしろ悪くなりました。そして、選ばれたモデルが描いた成長曲線は、これまでの常識を塗り替えるものでした。ティラノサウルスの成長が頭打ちになるのは、35歳から40歳頃、従来の説より15年も遅かったのです。20歳で成長を終えるのではなく、40年近くをかけて、ゆっくりと大人になっていく。骨の中の細い線が語っていたのは、そんな一生でした。成長のペースも穏やかな姿に変わります。従来に近い数え方では、成長の盛りには1年で550キロ以上も体重が増える計算でした。新しいモデルではピークでも1年におよそ360キロ。それでも十分に驚異的な速さですが、10代の爆発的な急成長で一気に駆け上がるというより、長い時間をかけて着実に大きくなっていく姿が浮かびます。これが意味するのは、大人の手前の時代の長さです。細身で足が長く、素早く走れたと見られる若いティラノサウルス。従来の説なら、そんな時代は10代で終わるはずでした。しかし新しい曲線に基づけば、20代になっても、場合によっては30代に入っても、体はまだ育ちきっていなかったことになります。王者の風格をまとう前の、長い長い下積みの時代です。今回の17体の中に、子供時代を知る鍵となる小さな個体がありました。その骨には、年輪が少なくとも10本残っていました。一番内側の輪は、体重にしておよそ27キロの頃のもの。研究チームは、生まれて1年目の輪である可能性を指摘しています。ほぼ誕生から10歳頃まで、従来の研究に欠けていた子供時代の記録が、この小さな骨に残っていたのです。反対に、最も成長の進んだ個体はどうでしょうか。ノースダコト州で見つかったある個体には、骨の一番外側に成長がほぼ止まったことを示す層が現れ始めていました。ようやく大人になった証拠です。そこに至るまでの年数は、数え方によって27年から42年。しかもこの個体は、大人になって間もなく死んだと見られます。一方、有名なスーの化石は違う晩年を過ごしたようです。スーは採取方法が異なるため、今回の分析には入っていませんが、過去の研究で23本の年輪が数えられています。そのおよそ半分は、成長がほぼ止まった後に刻まれた線でした。つまり、スーは、8トンを超える大人の体のまま、少なくとも11年を生き抜いたと見られるのです。すぐに世を去る個体もいれば、長く君臨する個体もいる。王の晩年は、一様ではなかったようです。さて、この研究にはもう一つの山場があります。成長記録を重ね合わせたとき、どうしても仲間に入らない2体がいたのです。ジェーンとピーティの愛称で知られる小型の2体でした。この2体は他のどの個体と比べても成長がはっきり遅く、試しに外して計算し直すと、モデルの不確かさは大きく下がりました。統計の目で見る限り、同じ集団の成長とは言いにくい存在だったのです。実はこの2体は、古生物学で70年以上も続く論争の主役です。この小柄な体は、ティラノサウルスの子供なのか、それとも、
ナノティラヌスという別の小型種なのか。2025年には、決闘する恐竜と呼ばれる有名な化石を大人のナノティラヌスと判定し、ジェーンを新種として記載する研究も発表されました。骨の形をめぐる議論に、今回、成長という別の物差しが加わったことになります。独立した2つの手法が同じ2体を指さした。偶然にしてはできすぎているようにも見えます。ただし、研究チーム自身は慎重な姿勢を崩していません。成長の記録だけでは別の種だと断定することはできない。病気や怪我、環境の悪さがたまたま異常な成長を生んだ可能性も残されているからです。ジェーンとピーティが何者だったのかは、これからも検証が続く問題です。冒頭の問いに戻りましょう。ティラノサウルスは何歳で大人になったのか。今回の研究が示した答えは、35歳から40歳頃というものでした。20年で一気に駆け上がるのではなく、40年近い歳月をかけて少しずつ頂点へ上り詰めていく生き物。発見からおよそ120年、誰よりも調べられてきた恐竜の一生が、今また大きく書き直されようとしています。この書き直しは、白亜紀の生態系の見え方も変えるかもしれません。細身で足の速い若者の時代が20年以上も続いたのなら、ティラノサウルスという一つの種の中に、素早い狩り手と力ずくの巨人という役割の違う二つの姿が長く共存していたことになります。一つの種が成長に合わせて生態系の別々の席に座っていく。そんな暮らしぶりが一層現実味を帯びてきます。もちろん今回の結果にも限界はあります。標本の大半はモンタナ州東部という狭い地域から見つかったものですし、偏光でしか見えない新しい年輪は現在の動物でまだ検証されていません。数え方次第で答えには27年から42年という幅も残ります。研究チーム自身、この解釈には今後の検証が必要だとはっきり述べています。今日の答えはあくまで現時点での最有力というところです。それでも確かなことが一つあります。何十年も博物館に収められていた骨の中に、まだ誰も読んだことのない記録が眠っていたということです。特殊な光の下に浮かぶかすかな輪、寄り添って並ぶ細い線。それらを丁寧に数え直しただけで、地上で最も有名な恐竜の一生が丸ごと語り直されました。次はどんな常識が塗り替えられるのでしょうか。この動画が良かったらチャンネル登録お願いします。